大丈夫でしょうか。動かないな。こんばんは、 EDP のあこです。音量どんなもんだ。出てんのかな、音量。ちょっとマイクをいじります。マイクをよし。マイクロフォンのスイッチが LED がつきました。あ、消えた。なんだろうな、この LED。何歳つくんだろう。よし。これで大丈夫かな。聞こえますか。聞こえますか。あー、聞こえるね。聞こえるね、これ。これ聞こえる。よし。じゃあ、音は大体を振って、で、始めたいと思います。こんばんは、EDP のあこです。近頃、世間を賑わしているバーン。一概にバーンって悪いと言われている部分もあるかとは思うんですが、まあ、どうなんでしょうね。悪いのか悪くないのか、まずはいろいろやってみて、まあ、食わず嫌いは良くないのではないかということで、まあ、やってみましょうと。で、これ、安易な話なんですが、じゃあ俺もどっかでやろうっていうのは、ちょっと待ってくださいね。っていうのは、やっていいところでやっちゃいけないところはありますよね。もしわかんなかったら簡単には手を出さない方がきっといいと思います。ちなみに私が確認しているところで言えば、私が確認というか知ってるところか。知ってるで言うと、EDP。EDP は、タイヤ自由だし、基本的に今のところは、バーンは OK です。なので、そういったところで確認して、必ず、ね、やるようにしてください。そして、僕もね、バーン入れたことないからわかんないんですけど、どうも噂では、バッテリーはめちゃめちゃ熱くなる。だから、寿命が早くなる。パンパンに膨れてくる。そして、モーターも、熱を持ってぶっ壊れる。アンプも危うい。バッテリー、モーター、アンプ。で、ギアにも負担かかるかもな。という、これはまあ、バーンやったことないんで、あくまで想像ではあるんですけれども。想像ですよ、想像。で、はい。本日は、新品トップラインタイヤ、TDT002PE。要はスポエリです。スポエリを投入して、最初から、まあ、今、バーン入んない車なんで、それがどうしたら入るのか、入ったらどうなるのか、そういったところ、ちょっと、検証じゃないけども、まあ、まず、入るようになるのか、それすらわかんないんでね。今まで使ってたタイヤ、まあ、コースによってはこれザビザビだからもうダメって言われる可能性もあるんですけども、とりあえず新品。ツルツルの新品入れて、どうなるか。まあ入れていけるのかな。
やってみましょうか。今回は、これ RDX。RDX で、モーターは、ヨコモさんの D1 モーター。ターン数は 10.5。アンプは、これなんだ ?RP かな ?RPX2、ヨコモさんですね。これは、まあ、レーシングパフォーマーなのかなヨコモさんなのかなまあ、そういうところです。まあ、重要なのはそこかなで、一旦、RDX、純正のギア比。純正のギア比です。どうなるんでしょうね。まずは、一旦、ギア比ノーマル、モーター深角、普通、真ん中らへん。で、アンプでゴリゴリ回していくとどうなるのか。まあ、それが、まあ、入る入んないっていうのもそうだし、傷の問題もあるじゃないですか。傷とあと、音の問題もあると思うので、そこら辺、まずはどうなるのか、ちょっとやっていきましょう。でその後にね、こういったのも待ち構えてるんで。デカピニオン、もっとデカピニオン、これが39、40っていうのもあるんで、まあいろいろやっていきましょうよ。で、明らかに激しいことになったら、これはダメだねってなるかもしれない。まあ、検証してみましょうってことです。はい。いきなりハンチングから始まりました。まずは、なんだろうなアンプをちょっといじくり回してみようとは思います。アンプいじくる前にどんな風に走るかだな。こんにちは。さあ、こんな感じでちょっと見てみましょうか。ここら辺で見れば、ウィーンってここ入ってくる。こっちに向かって。ウィーンって入ってくるとこなんで、入るんだったらそれで入るでしょう。その前に、このアンプをつなげる問題。アンプは先につなげておきます。12分だろうね。また出たな。つながんない問題かああ。はい、まずは全然アンプがつながりません。これね、本当につながんないんですよね。Wi-Fi がつながっているか。Wi-Fi つながってません、今。Wi-Fi つながれー。千春さん、こんばんは。どうもどうもです。これ全然ダメじゃん。はい、もう一回、電源入れ直して、現れた。現れたので、Wi-Fi つなぎます。つながんないって言ってるよ。つながった。よし、今のうちに。今日はありがとうございます。大体まあ、一応なんか結構時間経ってるんで昨日にしましょう。日付的にはね、違うんですけどね。ありがとうございました。さて、どんなデータになってるのかな。まあこれ、ちょっといろいろいじっていきましょう。これゆるーくまったりやるライブなんで、ね、お時間もったいないんで、相当暇してる人以外はちょっともったいないかもしれない。では、どんな今車か。
すんごい回しても、ひどいな、これ。別にただ前に進まないな、これ、全然。これ見えましたかね。これは、ちなみに、軽く、バーンの話じゃないんだけど、軽く、温まって、軽くグリップが上がる程度ですかね。でもグリップ上がってるな。新品いいな。新品1周目、2周目。2周目ですが、いきなり、トップラインタイヤ変わったのかな。全然加速しません。加速しませんということで、まず車をちょっと横に置いてアンプをいじってみましょう。ちなみに今のギア比はいくつかというと、ギアレシオ17じゃないの、20だよね。多分 RDX 純正20の84なのかな。80なのかな ?84。84だとしましょう。20の84で 10.9。ギア比 10.9 の、最高回転数、今11万回ってたようです。最高回転が11万。11万で 10.9 だから多分、タイヤは1万回転ぐらい回ってんのかな。踏んで1万回ってんのかなって感じ。お疲れ様です。そうなの。めっちゃ喋って、独り言してます、独り言。というわけで、ブーストで上げてってみようかな。むやみやたらにブーストターボ上げていくのはどうかと思うんですよね。ファンもついてない。そんな、アンプにも、モーターにもファンがついてない。そんな車でやるのもどうかと思うんですが、ちょっとどんなもんか。回転数上がってますね。入るんだな。なんて言うんだろう。本物のバーンを100としたら、本物のバーンを100としたら、もうすでに10ぐらいは入ってると思います。あれ、すんごいシュガールさんは、すんごい回ってます。そうなんです。すんごい回ってるんですよ。ちなみに今のだと回転数が 14.8。14.8 回ってました。14.8 万回転。なので、まあこれはあんま良くないでしょう。そして、なんか、ゴリゴリに、なんてだろう。回しきっちゃってる感。ただただ無駄書き方面に働いちゃってるのかなっていうのも結構感じるんで、もうすでに、やめましょう。やめましょうで、今度は、いわゆる、これですね、これ。ギア比、チェンジ。あれ、一個ないな、ギア交換。ギア交換。いや、
ちなみに、これが80何枚だろう。はい、読めません。84。84のピニオン20。あ、合ってた合ってた。だから、10.9。ギア比10.9。で、14.8 万回転。さっき11万回転か。11万回した。はい。ギア比10.9。11万回しました。結果は、多分ね、5%バーン。5%。見た感じですよ。見た感じ、感じた感じ。5%バーン。要はただ、バーンじゃないです。はっきり言って。タイヤが温まってクッと食うな、みたいな。そんな感じを感じました。次、14.8 万回転。14.8 万回転回したところ、すでにね、ちょっとね、バーのかけら見えてきてます。見えてきてるんですが、なんか、そうじゃないんだよなーっていうね。ちなみに、14.8 万回った時の、あれ見てみましょうか。傷の具合ね、傷。傷を見るときには、ごめんなさい、蹴っ飛ばしちゃいました。こうかな？ここでいいかな。握ればいいの俺ら。いきます。せーの。これ、新品タイヤだったんで、この白い線、入りますね。これはね、若干、正直言いますよ。正直言いますが、若干えぐれてます。ゼロスタートでダダ握りは若干持ってかれてます。14.8 万回転。だから14.8 万回転の、なんだろう、あれ。ほら、ギア比がいくつだっけ？ 10 点いくつ？計算してみましょう。ツールじゃない、仕事の方かな。仕事のフォルダに入ってるのかな。どう？ 14.8 万。14点、14万8000。14万8000割る10.9 は1万3000回転。要はタイヤの部分で13,577回転回ってるようです。ここに書いておきましょうね。イコール13,500。はい。まあ、これあれか。これとこれすればすぐわかんのか。ね。うん。ということで、これはこれで一旦ギア比変えてみましょうか。せっかくなんで、いきなり、ドカンと、ドカンと、30枚、30枚ありました。要は、ピニオンが 1.5 倍大きくなります。あとタイヤ見てタイヤ。タイヤがどうなっているかですね。RDX 純正の足、棒なんで、キャンバーは4、5度ついてるんだっけかな。で、ここの点設置ですよね。この部分、点設置で、これ見えますかね。まあまあ、ザリーっと、溶けてんねーじゃないとは思うんですけど、入ってるってことは、すごいな。めくれたな。これペローンって、ペローンって、14.8 万回転。13,500回転で、ペローン来ました。ペローン。やってるつって。
というところですね。で、このアンプの 14.8 万回転は、多分、周回してたら危ないと思うんですよ。なので、一旦、ブースト3を下げましょう。ブースト3は下げちゃいましょう。ブラシレスモーターは一般的に、何回転ぐらいがリミットなんですかって。まあ、わかんないですよ。でも、11、12は回してる人は全然います。景気落としてる人たちは、10ちょっと超えてるかなっていうところだと思います。で常時15回してる人っていうのは、まあ、効かないですよね。うさみんさん、こんばんは。うさみんさんも昨日、今日、ありがとうございます。そう。ね、回転数リミットってね、メーカーが言うのは多分3万回転とかそういうところがいいところなんじゃないですか。それを無視して、ブーストターボをバリバリにかけて回してるっていうのが多分今のドリフトのラジコンなんじゃないのかなって思うんですよね。ザミンさん、ギア比9.15で、9.15で11万回回したら、そうなのかな ?10 万、1万回転になるのかなざっくり。ちょっとね、さっきのやつはね、なんだ ?11 万回転の11だから、これちょうど1万回転。一番最初やった1万回転。これは、点で当てて、半トルクなどなどいろいろかかってると、すっごい最低限のバーンというか、ぬるいところ、ぬるーく温度が入って、ちょっとグリップ上がったなってとこにはなりますね。うん。なります。なりますので、で、これが、今、ブーストを結構落としました。これで11万回ってます。ちょっと減らしましょう。あんま嫌なんで。11万回ってるとこから、あ、ちょっと落ちたな、今。吹け切りで9万7千。だから、9万2、3千か、まあ、マックス4、5千までしかいかないんじゃないのかなって。ここで押さえときましょう、アンプは。で、何をやりたいかと、やりたいかったかというと、まずは、大きいピニオン。30枚。30枚組んで、結局これ30枚っていくつになるんだろうな。30枚だと、はい。全然見えないですね。結局、これは7.2ですって。7.28。728。7.2だと、まあまあ、あれですよね。なんかバーンゼンってもうちょっとギア比がハイギアって聞いたりしませんか？ちょっとよくわかんないですけど、聞いたことないんでね。バーンの人たちに本物のバーンとは何ぞや。聞いたことないんで、あくまであれですよ。はい、しがるさん、これからお仕事お疲れ様です。ありがとうございます。お気をつけていってらっしゃいませ。はい、30枚装着。バックラッシュを見ます。ありがとうございます。いやいや、こちらこそありがとうございます。はい。とりあえず、ピニオンギア30枚できたので、84、スパ84。
ピニオン30。原則、二次元則に 2.6 として7.2。2.66 だったのかな ?2.6 かなちょっとわかんないですけど、まあ、あらあらで。そこら辺あらあらで。では、この車がどんな感じになるか見てみましょう。よし、今ちょっとサブトリムいじりました。ちょっと走ってみたいと思います。いやいや、7.28 で、9.5 万かな ?9.5 万回転。どうなるでしょうか。さあ、まずは何万回転回ってるかというと、はい、アンプは繋がってません。ので、もう一回アンプ繋げに行きます。アンプが現れません。アンプが現れますん。これなってる時って繋がりづらい気がしますよね。オレンジ点滅。オレンジ点滅ってなんか全然ダメな気がする。もう一回電源入れ直します。はい、オレンジが点灯に変わりました。点灯に変わると、いるかなあ、いた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 。はい、繋がってください。繋がりました。本当にこれが繋がりづらい。これだけはね、何か早くどっかで解決してもらって、繋がりのいいもの、快適にやりたいですよね。よし、繋がりました。では、回転数見てみたいと思います。どのぐらい回ってんのかな。はい、8.4 万。84,400。84,000の728だから、どんぐらい回ってんだろう、タイヤ。ちょっとわかんねえな。4号と、ちょっとお待ちください。84,000割る 7.28 でいいのかな？ 11,538。11,500回転回ってます。さあ、これでどんな具合になるでしょう。バーンドアイはね。はい。ああ、なるほど
ね、一回、バーン力が落ちました。回転数かな。だから、5、6%? さっきので言うと、この5%と10%の間。だから、仮に 6.5% としましょう。6.5% バーン。ちょっと回転下げようかな、これ。今85,000回ってました。マックス。本当のマックス。なので、ちょっと、すごい安易にベンって上げちゃいます。ブーストだけで。違うわ。カメラ、いや、これ軽く入ってんな、もう。では、この黄色い車ね。皆様、お分かりいただけたでしょうか？今の回転数はざっくり91,000。91,000で9.1万回転回ったときに、また割り算してみます。91,000割る 7.28 は12,500。12,500で、これでね、すいません、ありがとうございます。12,500でした。これでね、やっぱりね、10番か。10%バーン。10%バーン入りましたね。あと90%足りないんですけど、10%は入ってます。それは入ったというか入ってないかというか、まあ、なんとも言えないんですけど、ただ、熱が入り、あれが、グリップが、前に出るグリップも、横止まるグリップも若干上がってます。っていう気がします。では、車戻して、どんな傷が入ってるか。まあ、結果ね、12万、12,500か、12,500タイヤが回ってるんだったら、多分えぐれるんでしょうね、ゼロスタートはね。では、ちょっと行ってみましょうか。はい、移動します。はい、揺れます。揺れます。お気をつけください。これ、外カムにできないのかな？できるけど悪いんだな。じゃあ、今度はここで行きましょうか。ここで行こう。これで行きましょう。参ります。近すぎんな。ちょっと待ってよ。これです。今できたのはこれです。これはね、出た。ゼロスタートなんだけど、角が丸まったんですね。爪で落ちるタイプのやつになりました。本当のド新品の時は明らかえぐれたんですけど、ちなみに今の12,500回転。10.5 のね、12,500回転。ゼロスタートでは、もう、爪で落ちるタイプ傷になりました。で、
せっかくなんで、このまま、過剰に行きましょう、過剰に。過剰に行って、せっかくだから、今いくつだっけな ?7 点いくつだったんですよね。あれは。なんだっけあれって。ギア比ね。多分今、マイクが調子が悪い。これで多分大丈夫だと思われます。よし、それでは、はい、こちら覚えておいてください。一瞬にして、消えます。じゃん。次は、せっかくなんで、40枚のピニオンがあるんで、40いってみましょう。入るのかな ?40 いくと 5.4。ギア比 5.4。あ、7.28。そうですね、そうですね。先ほどのやつですね。ギア比 5.46。ここら辺になるといよいよ本物かなーっていう聞いたことあるようなギア比になってくるんですが、これ、スペースの問題でもしかして入んないのかもしれないんですよね。いや、結構でも愛に入ったなぁ。7. 点いくつでも軽く入るもんですね。ちなみに40今挑戦しましたが、ピントが合わないな。こうか。これです。突然大きくなったらびっくりするじゃんか。はい、すいません。レンズを落としました。広角レンズ。40は入りません。スパをちっちゃくすれば入るんですけど、これはオプション入ってないんで、スパが今、ちっちゃいのない。この、一本穴でスパがないので、まあ、できる限りの大きいやつってことで言ってみましょうか。40が入んないから36。36見てみましょう。はい、36入りません。35、34、33。あー、33しかねえの ?33 か。35ぐらいねえのかな。あ、いやでもこれぴったりか。あ、カズルさんお疲れ様です。禁断のバーンです。バーン。いや、ちょっと狭いなこれ。やだな嫌なんで、どうしよっかな禁断のでもないのだよな。EDP で言えば別に、みんなそこ求めて結構やってるんですけどね。ちょっとあえて危ないことをしてしまおうと思います。ラババババババンバン。バーンの定義はよくわからないです。なるほど、なるほど、なるほど。そうなんですよね。ただ、バーンはね、とりあえずね、バーン車見てりゃわかりますよ。動きで。いや、40入るかもしれない、これで。
あー、きついなー。うん、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 うん。40入らん。モーターマウントに2個、ネジを入れると、もう40枚入んないんで、一応実験ってことで、モーターのネジ、一箇所だけ止め、こっちは空いてる状態。これで行ってみましょうか。アンプのデータは、とりあえずさっきのまんま、9万もあるかどうかのやつだったかな。でもギア比変わったから、トータルでね、どんだけ、結局ハイギアになるから、抵抗が余計に、なんて言うんだろうな、大きく感じるようになる。だから、5速になったのが6速になるから、回転しなくなる方向になると思うんですよね。80の40で、ギア比5.46。5.46。さあ、うん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 。一応、簡単にはピニオンは動かないような気がします。さあ、アンプをつなげます。どうでしょう。つながりません。つながりますん。ああ、あれ全然つながんないじゃん。また点滅だ。Wi-Fi のちっちゃいやつが、ごめんなさい、加えたばこで。Wi-Fi のちっちゃいやつが点滅してたんで、もう一回電源入れ直し。そうするとすぐつながる。つながりました。では Wi-Fi をアプリ立ち上げます。よしターボ0。ブースト35。どんな感じに動くのでしょうか。ででん。行ってみましょう。うわまず、ハイギア特有の回転残りがいきなりね、まあ、アンプがいじってないんで、全然ね。これやっちゃってるな入った。回転が落ちるところ、アクセルを抜いて回転が落ちるところで、今、入ってきましたね。いわゆるバーンです。止まるわ。止まるな難しい。これは、過度なハイギアのため、コントロールが難しくなりました。なので、あれなんだよな。
プロポも、プロポも、アンプも、全然ちゃんといじんないと、もう話になんないやつですよね。ってことで、この時はダメ。はい。トラックブレーキいっぱい入れてみようかな。ちょっと Wi-Fi つなげに行ってきます。どうやって回転が落ちればいいかというと、こんな感じにしとけばいいのかな。知らんけど。ああ、落ちる落ちる落ちる。ちょっとあれだな。とろいな。あ、そっか。せっかくだったら車の方ですね。すいません。今度こっち見ようかな。さあ、どんなことになっているかという。ああ、入ったなー。マノ、わかりました。入りました。今のでどのぐらい回ってんだべなー。7万6千円。大して回ってないんですよね。5.7万6千で割り算をしましょう。お仕事のホルダー7万6千割る5.46は13,900。13,900回転タイヤ回ってるみたいです。その結果、何パーバーン入ったかというと、うんと、25%バーン。4分の1ですね。これで4分の1は多分入ってます。4分の 1? いや、もうちょっと入ってるんだ、これ。ああ、入ってるな。
まあでも4分の1だな。ちょっと大負けで30%とかね、33%とか言おうと思ってたけど、まあ、25%バーンでしょ。ちょっと絡んでみます。そう、ここもね、流れてっちゃうところが止まるんですよね。これ、安易にとりあえず回転数上げる、ちょっとドラッグブレーキしやすいみたいな、安易なことやったんですけど、こっから安当に詰めていけば、まあ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 、な車になるのではないかというところです。これ止まるんですよ、やたら。抜けまーす。ちょっとだけ申し訳ないんですが、追いかけさせてもらいましょう。後でちゃんとありがとうございますは言います。めっちゃ振っても、グリップが戻ってくる。グリップが戻ってくる。グリップがあるので、戻ってくるんですよね。メインのところの振り出しね。これ、思いっきり振っても、戻ってくる。止まる。戻ってくる。そういうことなんです。先頭走ってるヘイルクルー、アシスタントは結構スピード派なんでね。バイバイ。
いやー、すいません。あらら、大変です。ちょっと電話が、仕事の電話がかかってきたので、しばしお楽しみください。はい。あ、了解です。うん。間違って9割方。はい。了解です。はい、お疲れ様です。はい、ごめんなさい、外しました。戻ってまいりましたので、じゃあ、また、ゼロスタートの傷の具合見てみましょう。いいかな。車を元に、どこにあるんだ車を俺。これか。はい。
まだワンですね。ワンのタイヤ。だだ新品、ほぼ新品なんだけど、さあ、ゼロスタートでおにぎりします。はあ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 。ちなみにこれは、あ、またあれだな。これ。また爪で取れるタイプ。また爪で取れるタイプの傷となりました。えぐれはしないですね。これ見るか。これ、この、ごめんなさい。ちょっと本当に見づらいな。これでわかるかな。細いやつなんだけど、細いやつ。これが、結局、爪で取れる。ということで、はい。ちなみに、今のが、はい、ごめんなさい。もう少々お待ちください。カメラを戻します。カメラをちゃんと三脚に戻すので、少々お待ちくださいません。はい。戻ってまいりました。ただ、今の記録。13,900。14,000回転で、まあ、特に何にもいじってない RDX。だから、ウェイト増しとか別にしてないし、あ、これだ。ウェイト増しとかしてないし、例えばバネを交換してるとかないし、ダダノーマルですね。ダダノーマル。で、13,900。ざっくり14,000回転。タイヤしてます。で、ゼロスタートで、もろ握り込んでも、別に爪で切れる程度の傷となりました。傷っていうかあれ、なんかタイヤが乗ってるみたいな状況になりました。とりあえず、この先は何だろうな。キャンバーもまあ、面じゃなくて点だし、ある程度、ハイギア5ぐらいまで、5.46か。5.46まで行ったし、あとやるとしたら、第2弾で、バネ硬いやつどうたらこうたらでどうなるか。大胆に重り乗っけて、行くと、まあ、バーン入ろうが多分加速が悪くなると思うんですよね、重いから。重いから加速悪くなるんだけど、ただ、その目的としては、えぐれ傷の部分での検証もできるのかななんて思ったりしますが、一旦、バーに関しては、こんなもんなのかなって思います。もし、検証してみたいって方がいらっしゃいましたら、ぜひ EDP で、やってみてください。まあ、下手しちゃって、ちょっとえぐれても、教えてください。ここら辺えぐっちゃったよって。別にだからって何にもないです。どういう風にしたら、どんだけえぐれたのっていうのを、いろいろ聞いてみたいと思います。何をして、だからまあ、ギア比がどんなもんなのか、モーターが何回転回ってたのか、タイヤがじゃあいくら回ってたのか、で、ゼロスタートだったのか、ただ旋回中に握ったのか、それとも、他のことなのか、どうしたらなったのかも含めて知りたいので、それはぜひ、やる方いらっしゃったらね、教えてください。
というわけで、一旦、先ほどの車の RDX の、番号じゃない車で、どうやったらバン入るんだろうなっていう検証は、一旦おしまいとさせていただき、フリー走行の様子でもご覧いただけたらなって思います。ちょっと大きいピニオンの RDX です。樹脂シャーシです。で、ちょっと短いロアアームが入ってます。キャパシターはプランプランいってます。ファンはない。でもモーターのファンは大きめのがついてる。アッパーデッキはアコオリジナル。で、これ全部止めてるかっていうと、2、4、6や9個あるんだけど、9分の8個ネジが入ってて、全部ゆるゆるです。あとなんだろう、フロントに、懐かしの茶羽と言われる、横も純正茶色羽。ピンクかな確か。柔らかめのバネが入ってます。リアは何だろうこれ。だからレブディ系のバネかな戦艦密着のやつ。入ってます。で、ボディは、シル80スーパー電車仕様の、ちょっと今ダサいんですけど、タミヤの GT ウィング。ダサウィングですが、かなよし。もっと下か。フリー走行の様子でもご覧いただければと思います。ちょっとまた、お二人に絡んでもらいます。おはようございます。はい。
ございます。あの車、わかりました？あの車は、まあまあ番号です。40%、50%番でいいかな？ 50% 番って言っちゃっていいのかな？本気の人に。本気でね、バリバリにバーン入る人に言わせると、怒られちゃうようなヌルバーンなんですよ。ヌルバーンなんですけど、まあ、もうタイヤもね、ズリズリで半分設置してます。半分設置してるけど、結構、なんて言うんだろうな。ラフな操作で、無理無理すると、どんどん、なんだろう、グリップが上がって、ちょっとスライドしながら、どんどん前行くんですよ。で、メインの振り出しのところも思いっきり振って、まあ、振り出す前に余計に握ったりして、そうすると熱が上がる。で、無理やり振る。振ったところでも回転して温度上がる。だから、止めたいところで止まる。グリップが上がってるから横も止まる。でそのまんま、もみもみしてると、横に旋回し出す。っていうんですかね。っていう感じになってるんじゃないかなーっていう想像ですよ。僕、本当のバーン知らないんで、こういうタイヤになりました。まあまあまあ、マイルドバーンの域なのかな。マイルドバーン。だからさっきの5%、10%でいうバーンの、4、50%?4、50%ください。はい。本気で真面目にバーンやってる方たちには、はい、謝ります。すいません。ただし、4、50%バーンぐらいは言わせてください。という感じですかね。で、今のところ、この番号でも、新品で、ゼロ発信、鬼握りしなければ、グレはないです。っていうのが正直なところ。レコード版みたいなね、白い、なんていうの、旋回の跡っていうのは、もちろんつきます。つきますが、エグレ。いわゆるエグレっていうところは、ない。今のところ。っていう感じですかね。まあなんか話題になってるんでね、ちょっとやってみたい人って絶対いると思うんですよ。だからその時には、やっちゃいけないところでは絶対やんないでください。これ絶対ですよね。土足で上がっちゃダメだよって言われたとか、土足で上がっちゃダメです。単純に。ただ別に土足でいいんだよって言ったところは土足でいいよってことなんで、一概にバーンが全てダメかというと、そういうことはないと思うし、めちゃくちゃな暴走を始めた時に、ちょっと危なっかしいなとかあるんですよ。なんですけれども、ある程度抑えたバーンで、ある程度コントロール下に置くと、すごいよ。それも一つの楽しみだと思うんですよね。なので、もし興味を持たれた方がいらっしゃいましたら、関東では2、3箇所、多分、バーン OK なコースがあると思われます。アスファルトでも基本的には少しバーン入ってるって言われてますよね。はずなんです。ちょっとよくわかんないですけど、多分そのはずなんですよ。カーペットはよく入るっていうお話だと思うんですけれども、P タイルでバーンどうぞっていうところは、まあ一応今んとこ数少ないはずなんで、ちなみによそは言いませんが、EDP では OK です。なので、興味持たれた方は24時間 EDP へお越しいただき、こんな感じなのかな。
で、私がいる時だったら声かけてもらえれば、見ます。見て、結構入ってるねって、もっと入るはずだよ。いろいろ、見てます、私。ゴリゴリのバー見てます。見てますんで、ある程度わかります。なので、ぜひいらしてお声かけいただければなと思います。で、この車はだいたい常に走れる状態あるんで、どんなもんなのって、ちょっと走らせて、私が走らすこともできるし、ちょっとどんなもんかね、やってみたいんだ、操縦してみたいんだって方いらっしゃいましたら、それも、ぜひやっていただいてね、どんなもんか、昨日の夜もね、ある方が、あるスーパーエキスパート、全日本クラスの方がいらっしゃって、面白いねって言ってやってはいました。誰とは言いませんが。ってとこですかね。そして、バーンの定義。カズルさん。バーンの定義、わかんないんですよ。そうなんです。すごいぬるいバーン。さっきのね、パーセントの話じゃないけど、1%バーンはみんな使ってるんですよ。ちょっと余計に握って、で、落ち着くところってあるじゃないですか。それって若干の1%バーンぐらい入ってるみたいな感じの考え方でいいと思うんですよ。だからそれをどこで使えるか。今、問題になってるのは、旋回中にぐいぐい握ってどんどん前に出るっていうところが、威圧感があるんじゃないか。音がでかくて、それは、そうか。無理やり迫ってくる姿威圧感あるんじゃないか。音がゴリゴリに全開なんで威圧感があるんじゃないか。あとは、えぐれるんじゃないか。レコード版ができるんじゃないか。などなどで、いろいろ、一悶着あるようですが、今後どうなっていくかわからないですが、今のところね、それも含めて遊び、ラジコンドリフトの遊びってことで、EDP では認識しておりますので、ぜひね、遠くからわざわざ来てくださいとは言いません。お近くの方、ちょっと興味ある方、いらっしゃいましたら、ぜひお越しいただければなと思います。というところでコメントは大体そんなもんかな。ギア費ね、ギア費12,500。そう、13,000円ぐらい回せば随分入るみたいですよね。で、極論言うと、10万回転の0.5、0.5じゃない、5。ギア比 5? だと多分2万回転回ると思うんですよね。違うかな合ってるかな割る0.5だから合ってるんだよな。倍になるから。2万回転回ってると、多分、そこには行かずに無駄書きで書き切っちゃうんだと思うんですよね。ちょっとモーターの力が弱かったり、ぐぐぐっと溶け込んで溶けて、グリップが上がるんだったら、それで、モーターの力を食って、前にグラッと出るかもしれないんですけど、何しろ回しすぎでも多分、入らないと思う。ある程度いいとこの回転数で温度が上がる。無駄書きじゃなくね。無駄書きじゃなくトラクション乗った状態で握ることによって温度が上がる。それによって若干だけ多分モーターが負ける。その負けたところでぐぐぐっと前に出る。みたいなイメージなんじゃないかなっていう私の推理かな。わかんないや。というとこでした。というわけで、堂々とこの、今、一番センシティブな、ラジコンドリフト界でセンシティブな内容に触れるというライブを、ゲリラライブを行ってみました。同時視聴人数としては、多分
過去最高になったんだと思います。変に炎上しないといいな。まあ炎上してもリアクションあったから嬉しいのかな。誰も何も言わないスンとするの方が寂しい、悲しいのかもしれないけども、まあ、ちょっと思ってること、好き放題言わせてもらいました。よそ行った時には、よそのルールでやるようにしますので、ぜひ、箱叩きだけはご勘弁ください。というわけで、本日も1時間20分のライブ、長々とお付き合いいただきありがとうございます。早速、いいねもいただいてありがたい限りでございます。バーンでしょ？だから、ドリラジなんとかで、スピンのところにの再生リストってあったんですよね。なんで、そのスピンのところの再生リストに入れとこうかな、これ。ドリフトラジ君をどうしたらどうなるかみたいな意味でね。よし。言い残したこと。言い残したこと。言い残したことは、そうだ、今度、次回は、いろいろ物を揃えて、ギア比の問題と、あれあるじゃないですか。モーターの単数問題。それでどうなるのか実験しながらライブをしてみたいと思います。きっとね。ただどうなんだろうな。あと1週間ちょっとか、8、9、10、11、13。あと10日ちょっとなんですよね、霞ヶ丘。まあ、いっか、霞ヶ丘前に車に乗っても。まあ、いっか。まあ、いっか。いいということで、まあ、ちょっと物色して、13.5、ギア比9以上、9から10、やってみたいと思いますので、その際には、よろしければ、お時間空いてれば、ご覧いただければと思います。というわけで、先ほども一回締めようと思いましたが、今度はちゃんと締めさせていただきたいと思います。皆様、ありがとうございました。また、ライブやります。よろしくお願いします。あれ